皆さんこんにちは、かっちゃんです。パエリアということで、今日は先日ライブ配信を行った際にレシピのリクエストを募集したところ、ミッキーバースさん、パエリアお願いします。他にもたくさんチャットでパエリアのレシピのリクエストをいただいてたので、今日はフライパンで簡単にごちそう級の美味しさ、アサリとエビのごちそうパエリアを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。材料はエビ 150g、アサリ 150g、お米2合分 300g、玉ねぎ4分の1個 60g、ニンニク1かけ、ミニトマト2個になります。その他細かい調味料や材料は動画の概要欄に記載してあるので、そちら参考に作ってみてください。ではまずアサリは塩分濃度 3% の塩水。今回 300ml の水に対して塩を 3%9g 合わせたものを使っています。塩水に1時間以上つけて砂抜きして使います。あとお米2合はあらかじめ研いだものを30分水に浸してから使ってください。ではエビは今回殻ごと使うので、背側に先の尖ったものを入れて背わたを取ります。真ん中あたりの背側に先の尖ったものを入れて、ゆっくり引っ張ると、綺麗にスーッと背わたを取ることができます。背わたを取ったら、塩水で洗って汚れを落とし、キッチンペーパーで水気を拭き取ります。はい。ではミニトマトはトッピング用にヘタを取って1個4等分の大きさに切ります。玉ねぎ、ニンニクは皮を剥いてみじん切りします。食材を準備したら、今回のパエリアはフライパンで作ってそのままフライパンで食卓に出していきます。使用しているフライパンは 26cm のものになります。24cm から 26cm のフライパンですとちょうどいい容量で作れるので、こちらの大きさのフライパン用意して作ってみてください。ではフライパンにオリーブオイル小さじ2を入れて中火で熱し、下処理したエビを並べ入れ加熱します。ではそこに火が通り、エビの色が変わってきたら返します。はい。ではエビを返したら、弱めの中火にして砂抜きしたアサリ、酒大さじ2、塩少々を振り、蓋をしてアサリが開いてくるまで2から3分ほど蒸し焼きします。はい。では2から3分ほど加熱してアサリが開いたら、汁気を切ってアサリ、エビを取り出します。はい。ではアサリとエビを取り出したら、今回このフライパンに出た水分も使っていくので、取り出して 400ml になるように水と合わせておきます。では空いたフライパンにオリーブオイル小さじ2を入れて中火で熱し、刻んだ玉ねぎ、ニンニクを入れて玉ねぎが透き通るまで炒めます。では玉ねぎ、ニンニクを入れて透き通ってきたら、合わせておいただし汁、顆粒コンソメ小さじ2、ターメリック小さじ1/3を入れて全体を混ぜ、強火にかけて煮立たせます。はい。ではしっかりとふつふつ煮立ったら、浸水したお米の水気をしっかりと切ってフライパンに入れます。ではお米入れたら全体をさっと混ぜて再度煮立たせ、お米を平らにします。パエリアは最初に洗ってないお米を炒めるレシピが多いんですけど、そうするとどうしても芯が残ってしまったり硬く炊き上がってしまうことがあるので、最初に煮立ったところにお米を入れて外側にガッと火を入れることによってお米の食感は残りつつ芯の残らない美味しいパエリアに仕上がります。ではお米を平らにしたら弱火にして取り出したエビ、アサリを全体均一に並べます。ここはね、水分飛んでしまわないように、できるだけ素早く具材を乗せてみてください。では、エビとアサリを乗せたら、蓋をして、弱火で10分から12分ほど加熱します。はい。では今10分から12分ほど加熱して、お米がしっかりと煮汁を含み、ベタついていない状態になったら OK です。もしまだ少し表面に水分が浮いていたり、ベタついた感じがある場合は、2、3分ほど加熱時間を足してみてください。では煮汁を含んだら、蓋をした状態で、強火で45秒加熱し、そこにお焦げを作ります。では加熱し終えたら火を消して、そのまま置き、10分蒸らします。
では10分蒸らし終えたので、トッピング用に切っておいたミニトマトを盛り付けます。あとお好みで乾燥のパセリを散らして食べてみてください。OK。はい。ではこんな感じでリクエストいただいたフライパンで簡単絶品ごちそうパエリアの完成です。はい。じゃあ今こんな感じにできました。はい。では今回はフライパン一つで簡単に美味しく作れるアサリとエビのごちそうパエリアを作ってみました。それでは本日は炭酸水で乾杯。乾杯。お米休館日。じゃあ早速いただきましょう。先日ライブ配信の際にレシピのリクエスト募集したところ、たくさんのチャットありがとうございました。パエリアのリクエストをたくさんいただいてたんですけど、今回はフライパンでお手軽簡単に作れるごちそうパエリアを作ってみました。おー、めっちゃおこげいい感じです。じゃあいただきます。パエリアうみゃ。いい食感。フライパンでお手軽簡単に作ることができ、魚介の出汁をぐっと吸い込んだお米がとても美味しいレシピになってます。パエリアっていうと、本場のパエリアは最初にお米を炒めてからお水を入れて炊くっていう工程なんですけど、本場のパエリアで使うお米と違って、少し日本のお米は炒めてしまうと芯が残ったり、どうしても食感が悪くなってしまうので、今回はあらかじめ浸水をして作りました。しっかりお米に水分が染み込み、ふっくらとして芯が残ることなく美味しく作れて、しっかりと強火で煮てたところに水に浸したお米を入れることによって、最初にぐっと外側に火が入るので、炒める工程を強火で煮る工程に変えるような感じです。お米自体は外側にしっかり食感があるんですけど、中には水がしっかりとしたりふっくらと、べたつかずにとても美味しく作ることができます。で、魚介もシーフードミックス使ったり、何使おうかなとかも悩んだんですけど、これからアサリを旬になってきて、お値打ちに買えるようになってきますし、エビも割にスーパー行ってると売ってて買いやすい食材なので、今回はもうこの使いやすいエビとアサリだけにしました。なんですけど、こうやってエビも殻ごと使うことによって、かなり旨味が出ますし、あらかじめエビやアサリを蒸し焼きして、魚介から出た出汁を水と合わせてお米に吸わせることによって、魚介の旨味がぐっと詰まった、とても美味しいパエリアに仕上がります。ちょっとエビもいただきます。なんかパエリアとかは面倒ですけど、このエビの殻剥く作業も楽しいですよね。でゴロッとたっぷりいたエビやアサリも美味しく、玉ねぎやニンニクを炒めてお米と合わせているので、しっかりとしたニンニクのパンチのある風味が上のトッピングともよく合います。で今回このパエリアの入れ付けのところはターメリックを使ったんですけど、サフランってなかなか手に入りにくかったりもするんですけど、ターメリックを使うことによってお手軽な食材で簡単に作れます。ちょっと味はカレーっぽいような風味にはなるんですけど、これはこれでまた美味しさがあるので、お手軽な食材で美味しく作ることができます。で今回こんな感じで大きいフライパンで作ったので、今回の分量で3から4人前分くらいの分量になります。そのまま食卓にボンと出して取り分けながら美味しく食べられるレシピになってます。はい。ということで今日はリクエストをたくさんいただきました。フライパンで簡単に美味しく作れるごちそうパエリアを作ってみた動画でした。たっぷりの魚介、プラス魚介の旨味をぐっと吸い込んだお米がとても美味しいレシピになってます。フライパン一つで簡単に作れて、お米も芯も残らず、ふっくら美味しくべたつかず作れるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方は、グッドボタン、レシピ動画も更新してますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、パエリアー。
パエリアパーティーやわ。